皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今回は3回連続してスはい、ポーツと青青錦から錦。考えるウクライナ戦争とはい、いうテーマで、ゲストに大和大学の佐々木教授に来ていただきました。はい、本当2回連続でものすごくうん、面白いというのはこう語弊がありますけれども、興味深い話をしていただきました。佐々木さん、ありがとうございます。今回もよろしくおありがとうございます。よ願いします。ろしくお願いします。そして第3回目の今回は、ウクライナに侵攻して戦争をしているロシアの側の話をちょっとこう教えていただきたいと思ってゲストに来ていただきました。それで、佐々木さん自体は、ロシアにも5年間ぐらい住まれたことがあって、それで、なんて言いますか、どっちかというと、ロシア語の方が堪能であると。ウクライナ語よりもロシア語の方が堪能であるということをもう言われておられましたけれども、実は私も2回ロシアに行ったことありまして、これ音楽の仕事でどちらも行ったんですけれどえも、え、レニングラードと、それからモスクワでオペラを見たり音楽を聴いたりしたんですが、その時にちょうどベルリンの壁が崩壊の直前ぐらいですね。ですから、オペラ座の周りには戦車がいっぱいでしたね、ボリショイ劇場の周りには。それで、レニングラードから、レニングラードでタクシーの運転手一人捕まえまして、アメリカドルで100ドル渡しまして、エストニアまで往復してくれと言ったらやってくれまして、行きましたらすごい。途中で戦車が100台並んでました。数えたんですね。100台以上。それを追い抜いていった時に一緒に乗っていたカメラマンが、この戦車写真に撮りたいって言うんで、外に出まして、カメラを構えた途端に戦車がみんな止まりまして、こちらに全部機関銃を向けられた時には、本当もう両手を上げて、参ったというような経験もありました。ちょっと、で、それで、レニングラードに帰ってきて、で当時ですね、レニングラード、今のサンクトペテルブルグに帰ってきた時には、めちゃくちゃツアーの人に怒られましたけれども、まあでも、エストニアのターリに行った時に、いかにエストニアの人たちがロシアを憎んでるかっていうことが非常によく分かったっていうような、そんな取材もしたことがあります。ちょっと最初に私のロシア体験を喋らせていただきました。すいません。佐々木さんお待たせしましいた。どうえいえいえ、もすいません。僕、当時の状況を浮かんできますね。私もトリンが大好きな街なので。ああ、そうですか。あはい。そこは綺麗でとても綺麗なすね。本街ですよね。当に。だからタクシーで行った時にね、当時ソビエト連邦ですから国境ないですよね。ですから、私が行ったのは2月だったんですよ。で周りが全部雪原で雪でもう覆われたもうところが、一つの小さな川を渡った途端にお花畑になってるんですね。ああ、お花畑があるけど、これは国が違うぞっていうふうに思ったとき、エストニアに入ったっていうのがよくわかった。まあ、エストニア、佐々木さんも行かれたことがあるはい、あります。んですね。何度もありますうん、綺ね。麗な街ですね、あそこ綺麗なはね。街です。小さなね、城郭で小さな、囲まれた、本当、はい、古い街並みがあって、そそうそうこには、そうそはい、当時、ドイツのですね、ギルドがあって、う。はい。そこにもね、影響があったり、その時のプロテスタントの教会があったみたいですあね。あ、なるで、こほれ、どね。ワンポイントなんですけども、フィンランドとすごく、関係が深い。はい。はい、えーそうですで、ね。エストニアとフィンランド、兄弟国家というふうに言われてましてね。私も海の近くまで行きましたけれども、もう晴れてる時は向こうが見えるそうです、見えます、見えぐらいの、ます。はい。今、ジェット船でおそらく40分ぐらいで行けるんじゃないですか。ああ、そんな近かはい、ったんですか。近いですね。ちょうど私は、雲が垂れていたので、まあ、海岸は見えなかったですけど、通訳の人がいつもは見えるんだよって言われた時には、なるほどなと思いましたけれどもね。そうですね。まハンガリーとですね、フィンランドのフィンとハンっていうのは、
フン族なんですよ。で、ああ、エストニアも同じような民族なんです。ですからね、なるほど私、このね。顔でちょっと行くと、こういう顔はい。立ちの人もいました。はいはいはい我はい。々は、こうやって大陸と東と西で繋がってんだよ、みたいなことを言ってましたね。なるほど。今は偶然そのエストニアの話から入りましたけれども、当然ソビエト連邦とかがあった時に、エストニアは同じ国だと思われそうです。ていたけど、実は民族も違えば、言語も違えば、文化も全然違う国だっていうのが本当によく分かったんですが、ウクライナもやっぱり違うわけですね、ロシアとは。ウクライナはね、ウクライナの歴史を振り返りますと、すごくはい。若い国家なんですよね。うん。う一時ん。期ですね、えキーウというのが、はい。ロシア正教、ウクライナはい。正教の、はい。ルーシという大司教がはい。いまして、そこのね、ふるさとになったんですけども、おそれもモー。ンゴルの、征服があったりとか、モスはい。クワ大公国っていうのが出てきて、そこでそはい。国交があってですね、キーウというのが、田舎の町になっていくんですけども、なるほど。ウクライナっていうのはね、歴史上、その国家として成り立ってる時期ってすごく少ないんですよ。ああ、なるはい。ほどね。でやはり、うん。隣国にはポーランドもありましたし、ドイツもありましたし、18世紀、19世紀は帝国ロシアもありましたので、はい。その中でウクライナの地域っていうのがあったというような形になりますよね。なるほどね。ロシアとポーランドに挟まれて、またドイツがあって、もうあらゆるところから攻められていたちょうど真ん中。おそうです。まけにその南にはクリミア半島と黒海という、まあある意味で、なんていうんですか、軍事的要衝とでも言いますかね。そうですね。昔からクリミア戦争もありましたし、ナイチンゲールがいてね。ナイチンゲールが活躍したはい。クリミア戦争ですね。そういうところだったっていう歴史があるわけですね。そこで、ロシアが今、ウクライナに侵攻したまま、占領したままの状態が続いてるんですけれども、これは、ロシアはやっぱりどうなんですかね。占領地を返す気はないわけでしょうね。はい。これね、私、すごくざくっとした言い方だとですね、ええ。江戸、東京に関する京都がね、キーウなんですよ。ああ、つまり、ロシアなるもののはい。国家空間、精うん、神社会、風土の、うん、心を寄せることがはい。キーウです。あすべてあ、はキーウから始まったと言っても過言ではない。うですかん、ら、それがですね、ヨーロッパの、勢力図に入るっていうのは、モスクワのその保守派、もしくは伝はい。統的価値観を認める方は認められないんです。あですから、プーあ、チンだけじゃないんですよ。領土的野心ということをどうしても言ってしまうんですけども、はい。ほぼ一体化した空間にあるというのが、ロシア人の考え方だと思います。ああ、なるほど。ロシア人の感覚としては、同じ国の中の、しかも非常に重要な場所であると。はい。そこはで、一体化するのが当たり前だっていうようなところまで考えていると考いうか、考えてる。えがあるという。ですから、まあ、大阪ちょっと置いといてですね、はいはいはい。この方がキーウである京都を見るときに、外国の勢力下にある。日本という伝統的価値観をあ京都がですね、外国の価値観の中で勢力図に入ってしまうというのは許されないという状況。こあ、なるほど。れがね、ちょっとなかなか言いにくいんですけども、ロシア人の、プーチンを支援している。はい。大統領の戦争を支援している方はそういう意見なんですね。ですから、なるほどね。プーチンの戦争というふうに言うんですけども、うん。これはね、プーチンだけが考えている戦争ではないんです。なるほどね。プーチンを支持している人は、そういうロシアの歴史があってっていうところから支持しているところもある。そうです。でただ、すから、ロシアから亡命してウクライナ侵攻した直後に、もう外国に逃げた人たちは、そういうのが嫌であるとはい。いうような人もいるということなんですね。これはですね、やっぱり国際法があって、はい。領土一体性というのがあって、うん。主権国家でもありますし、あと、逃げた方は、犬死にしたくないという人も。なるほど。うで、あん。る西欧的価値観、このエリツィン時代90年代からですね、プーチン、の2000年代、そしてうん。2010年代、これ、クリミア併合ってのあったんですけども、そこで欧州、アメリカ、民主主義国家の、雰囲気に、非常に染まった方々が出ていったということだったんなるほど。ですね。なるほどね。まあ、そんな中で、ロシアが今、
IOC、国際オリンピック委員会を中心として、もう完全に排除されているというような状態にあるわけですけれども、はい。これなんか元 JOC の春日良一さんに言わせると、要するによくイスラエルとガザの問題と比べられる時があるんですけれども、イスラエルというのは IOC の規定には違反はしていないと。ところが、ロシアはウクライナに侵攻した時とか、その他の戦争を始めた時に、必ずその戦争をやってはいけないというオリンピック休戦の協協定定のですね。違反をしているから IOC が処分をしたというふうなところで、今もまだ処分は解けてない状態にあるんですけれども、はい。来年の2月にイタリアでコルチナダンペッツォとミラノで、はい。冬のオリンピックがあります。これにもやっぱりまだ出られないような状態ということになってるわけですよね。はい。これはですね、ただ IF がですね、はい。パリ五輪でも、IF の出方っていうのは分かれたんですね。ちょっとう IF というのん。は各競技団はい、体の国際機関ですね。国際機関はい。ですね。はい。この完全にダメだと。確か馬はい。術とかはすごく反対した記憶があるんですけどはい。も、はい。陸上は一部認めるとか認めなはい。いとか、でも出なかったですけどね。はい。で、もちろん、ナショナルフラッグを持って代表チームとしてある団体戦はもちろん今でも出れないです。はい。はい。ただですね、今回、フィギュアスケートね、はい。クリスナ・ダンペッツォでは、フィギュアスケートは、シングルス、男子、女子、1枠、うん。ペア、うん。デュエット、もう全部出れる状況ううです。ん。うですん。ので、これはね、国際スケート連盟も認めている状況にはあるんですなるね。ほどね。それはあれですか、やっぱり個人で参加するというはい、形で個人、はい、の参加。ははい、い。AIN といって中立の選手としてはい。います。で、これパなるほど。リ五輪でも東京五輪でも同じコードだったんですけども、はい。はい。戦争を支持していないと。はい。で軍の機関に入っていないとか、うん。そうしたことの表明があって、うん。出れるということだと思います。それは出た後にロシアの政府から何らかの処置があったりとか、その圧力があったりとかっていう、そういう危険性はないんですかはい、これね。はね、圧力あります。あります、やっぱり。あります。で、出ないですね。つまり、あテニスでパリ五輪は、確かペアで女子あ、はのい。ダブルスで取ったと思うんですけど、はい。ね、海外に拠点を移している方なんですよね。ああ、なるほどね。はい。うん。つまり出れる方っていうのは、ロシアに拠点を移している方じゃなくって、はい、はい。海外に拠点を移しているロシア人。ロシア人、なるほど。はい。そしてうん。国に帰れなくても OK という方なんですけども、これね、やっぱりね、少しパリ五輪で変わってきたのは、はい。IF、つまり国際連盟が認めれば、はい。中立の選手として出れますよという流うん。れを作ったんだと思います。なるほでスポーツとどね。政治は別物であると。うん。過去のベルリン大会とか、もしくうん。は2度の戦争とか、うん。これは政治に影響を受けないスポーツといううん。のは独立した機関であるというはい。伝統がですね、やはりそういう声を強くさせている、うん。一つの原因だと思いますけどね。まあ、それは私もね、非常に賛成するところが多くて、もう、要するに、国旗の掲揚、国歌の吹奏というのもやめたらどうかというようなことは、IOC の中でも、かつての東京オリンピック、1964年の東京オリンピックのアベリー・ブランデージが会長だった頃には言われたことがあるんですね。でそれを、俺は、それにものすごく支持すると、国旗と国歌をやめようと支持するぞと言ったのは、石原慎太郎という人だったんですけどね。石原慎太郎さんはそれ書いた文章を私も持ってますけれども、国旗と国歌をやめろと。そっちの方に進めばいいんですけれども、なかなかそこにはいかない。おまけにプーチン自身は、スポーツをやっぱり思い切り利用してますよね、国のため。そうですね。はい。プーチン政権というのはですね、1999年、突然エリツィン大統領はい。が辞任するんですね。その時国はい。家っていうのは非常に、経済的にも苦しい状況でした。はい。で、プーチン大統領は、エリツィン大統領の家族も含めて訴追しなうん。いという条件で、彼は FSB、元カーゲーベイの、はい。将校でしたので、そはい。こでプーチン大統領というのが、ロシアのリーダーになっていく。最初は非常に基盤がね、すごく薄く、はい。薄かったんです。非常に脆い方だった。そこでね、
日本の、沖縄サミットの時に日本にやってきて、確か森さんがですね、柔道をして、はい。柔道の一緒にやったような記憶、映像あるんうですけどん。も、山下がやったのかな。山下さんが山下さんも一緒に、はい、いました。ねうん。山下さんも非常に黒帯でプーチン大統領を尊敬をしているはいはい。方なので、はい。その柔道というのは入っていった。そしてね、プーチン大統領は国内の基盤を固めるときに、一つ使ったのはロシア正教なんですよ。はいはこっちにいはい。国家の予算をつけて、ソ連時代は宗教というのはアヘンと一緒であると。はい。そのが正しいということで、非常に迫害を受けたものだったんですね。それを復活させたのがプーチン大統領なんです。そう、なるほど。はい。で、もう一つがスポーツなんですよね。ああ、ソ連時代の栄光を取り戻そうと。アメリカと伍した時代を取り戻そうということで、スポーツに力を入れたんです。で、ステートアマというのを玉木さん、はい。あね、りますソ連時ね。代、冷戦時にですね、はい。一度、オリンピックメダルを取ればですね、一生安泰になると。そう。ようなことがあったと思うんです。それをね、また復活させたんですよ。なるほどで、ね。全国の、将来有望な子供たちに、体育の、アスリート診断みたいなのもやってですね、この子ははい。これに、やったらいいとか、この子はこれやったらいいと、スカウト制にして、うん。そして、なんとね、これ、軍の施設に入れるんですよ。ああ、選もちろん、手をね、全部。民間の施設ってのはあるんですけども、まだうん。脆い。で、これ、うん。例えば、本田圭佑さんがね、はいはい。ロシアの、サッカーのロうん。シアのチェスチームにカっていう、入ったことありましたね。はい、はい。チェスカというチーム、これはね、陸はい。軍のチームなんですよ。ああ、うん。はい。はい。軍の施設に入れるんです。うん。そして、養成をして、子供たちもいい施設で入る、いいコーチがいるってことは、うん。軍の方に入るんです。うん。なるほど。そして育っていってオリンピック、オリンピアンになると。そうすると、自分はそのまま軍の、幹部候補生としていはい。る方もいらっしゃるんです。なるほど。で、プーチただ、ンははい。国威発揚のためにスポーツを使ったんですうん。けども、その後の人生もアスリートはプーチン政権の右腕、片棒を担いでいる方もいらっしゃるんです。ああ、なるほどね。その方がまあ暮らしやすいから、プーチン政権の下では暮らしやすいからということで、そういう選択をした人もあるっていうのは理解できなくもないですけれども、ただ、プーチンのなんて言いますか、目論みというのが、オリンピックに出られないということで、ましてやオリンピックでロシアの旗を上げることは絶対にできないと。ロシアの国歌を歌うこともできないということになった今、ロシアのスポーツ界っていうのはそこで瓦解はしないんですかね。はい。崩れていこれね、くっていうのは。はい。非常にわかりやすいケースが、実はい。は、かなり国籍変更しています。アスリート。あはい。あ、今ですね、アスリートが。アスリートが。はい。つまり、あロシア国内にいると、まず世界大会というのはないと。あ、はい、無理世ですね。界で戦えないと。もちろん はい。AIN というような中立選手になれるんですけども、はい、はい。そこに限られてくると。ということで、例えば、近隣のカザフスタンの代表になるとか、旧ソあ連諸国になる。これ非常に多いです。レスリングとうか非常にん。多いんですよ。あ、ああ、はい。そうですか。例えば、これですね、ちょっと資料を調べたんですけども、はい。このパリオリンピックではね、元ロシアの代表選手、レスリングで、フリースタイル97キロ級でバーレーン代表として優勝したりとか、あおー。あ。はい、ブルガリアに行ったりとか、セルはい、ビアに行はい。ったりとかする代はい。表選手もいます。うん。つまり、まずこれは一つ国籍変更するんですね。はい。で、やっぱり分かりやすいのはサッカーだと思います。はい、はい、はい、欧はい。州連盟から、排除されているんですよね。はい。うん。で一度ね、これ、アジア AFC に入ろうという動きもありました。はい、おー。ぱり中国が後ろ盾にいるアジア AFC に入れば、はい。つまり、世界選手権にも、クラブ選手権にも出れるというようなはい。状況を作ろうとしたんですけども、アジアの方が非常にね、レベルが非常に、悪いので、うん。これうやめようというん。ことになりました。で、うコーチもん。かなり国籍変更して亡命している方もいらっしゃいますし、なるほど。非常にね、ロシアのスポーツの状況というのは、まあ、国際レベルという選手が少なくなってきているうん。という状況なのかなというふうに思いますね。国籍変更しているアスリートがどんどん増えてるということは、これはプーチンの狙いからは全く外れてるわけですよね。そうです。
国籍変えたけどロシア人だからロシアは素晴らしいとかいうような人は誰もいないわけですよね、はい。そこにはね。ということは、ロシアのスポーツ自体というのは、これはどうなるんですかね、やっぱり。こはい。のまま、これはですね、やはりその、はい、先ほどオリンピックとその政治、もしくははい、国家の歴史から言うとですね、アうん、スリートを救うべき、将来有望な平和の象徴であるアスリートを救わなきゃいけない。はい。ということで考えますと、IOC もですね、これは認める方向に入っていると私は思います。アスリート、ロシアのアスリートを認めましょうとはい、認めいうことましょうと。ですね。は国際い、大会に復帰させましょうという動きははい。あると思います。なるほで、どね。一方で、ロシアの、私これね、4年前、北京オリンピッうん。クの時に、北京冬季五輪の時にね、はい。はい、ワリエワさんという方が、はい。ドーピング疑惑ドーピング、はい。であって、ちょっと私一部ね、擁護したんですよね。フィギュうん。アスケートっていうのは、ドーピングあまりないんですよと。はい、そう、これまあまり。で比べると、パワー系の例えばやり投げだったりとか、はい、わかります、重量挙げだわかります。ったりとか、はい。あとは疲れないということで、一部、うん。長距離、はい。もあるんですけども、フィギュアスケートで非常にそぐわないスポーツであるかそうら、ですね。これはあまり事故じゃ聞かなかっないですかみたいた。なはい。こともちょっと言ったこともあるんですけどうん。も、なんでこれワリエワさん出したかというと、うん。あの中にはね、同情すべきね、アスリートってやっぱりいるんですようね。ん。で、非常に、才能があって、それうん。はロシアの、国威発揚のため、ロシアの国のためじゃなくって、そのスうん。ポーツのレベルを上げるようなうん。選手ってのはやっぱりいるんですよね。うん。これフィギュアスケートでまさにそうだと思うんですけうん。ども、はい。で、今回ですね、国際スケート連盟は、先ほどもちょっと伝えましたが、フィギュアスケートに関してはい。言うと、1枠をね、AIN として設けたんです。なるほど。うで、コレツん。ネダンペッツが出てきます。ロシアの選手。うん。はい。で、これは国際大会、今、フィギュアスケートで言うと、チャンピオン、今、大会開かれておりますけども、これはね、女子の選手出ませんけども、いきなり来てね、男子、女子も、いきなりメダルを獲得するってことは私はあるかもしれませんね。あ特に、ペア、あ。などは男はい、はい、子は非はい。常にね、強いんです。ペアは強いですね。うん。ロシアは伝統でありますね。はい。伝統がありますので、はい、これはね、非常にあり得るし、国際スケート連盟も戦争とは、これはちょっと関係ない。しかも、うん。10代ですよ。10なるほど。代のフィギュアスケーターが、戦争でプーチン大統領を支持する、支持しないということはありえない、ないとう思いますん。ので、うん。心の底からね。うん。もちろん親の影響だったり、周りの影響ってのはあると思いますけども、うん。これはね、やはりちょっと認めなきゃいけないのかなと私自身は思います。たなるだそうするほどね。とですね、うん。ウクライナ側はこれ反対するんです。そうでしょうね。はい。うん。毎日のようにね、ウクライナ国民を殺害している、うん。国家の代表というのは認められない。我う々ボイコットん。すると、うん。ということもある。つまうり、こん。れが、パレスチナとイスラエルもそうだと思いますけれども、はい。戦争ということの相対する国は、やはりね、このスポーツどころではないんですよね。うん。ですから、そう。これは、果たしてどうかというのは、議論があるところだと思います。なるほどね。まあ、オリンピックというものが、要するに、クーベルタン男爵が、プロシアとフランスとの戦争で、ボロクソにフランスが負けたときに、もうこれはもうまたプロシアに復讐していったら戦争がいくらでも続くんだから、戦争をやめようということで、スポーツの祭典としてのオリンピックを始めたわけですよね。はい、そので、通りです。そこで今、ウクライナで戦争が行われている最中、にロシアの選手がウクライナに例えばやってきて、握手をする中から平和が生まれるとかっていうのはもうあくまでも理想論すぎるというところになっちゃいますうん。か、佐々木さん、どうでしょはい。これはね、握手は今の、ウクライナ代表の方々は絶対拒否しますよね。う？なるほはい。これは絶ど。対拒否します。うん。誰もいないと思います。あこれあ。は自分の、あの心の中での話ではなくて、やはりうん。自分の家族がですね、毎日のように被害にあの、なるほ例えばストレスも与えられているど。はし、い。例えば自分の夫が、自分の親戚が、自分のお父さんが戦場に行っている状況なるほど。なんですよ。で、その戦場で毎日のようにウクライナに刃を向けているのはロシアである。
その、選手たちと、握手をして、スポーツで友情を、再度絆を、確かめ合うということは私はないと思います。なるほはい。どね。まあ、それでウクライナに、佐々木さんが取材にも行かれて、それで主に青錦の故郷であるとかも取材されて、ウクライナの相撲がどれだけ盛んかっていうのも見ておられました。それはい。で、ロシアでも相撲は結構盛んです。そはい、こで、そうなんですよ。ロシアの力士とウクライナの力士が肌と肌を寄せ合ってというか、ぶつけ合って、幸せになるということは、なかなか難しいことのようですね、そしたら。はい、これはね、私、本当にね、戦争いつ終わるのって聞かれるんですよ。私お自身がね。で、プはい。ーチン大統領がもし停戦を受け入れたらやるよみたいなことを言う人がいると思うんですけども、うん。私ね、こういうふうに言ってるんです。何の戦争ですか、それはと。それは、今ある2022年4月から大規模侵攻があった、続いている戦争っていうのは、うん。実は11年前にもあったんですよと。はいはい。そして、一時停戦期を挟んで、うん。また、もしかしたらあるかもしれない。なるもしほど。ウクライナが領土、今諦める、はい。未来のために諦めるっていうのであれば、今度はウクライナが今度攻めていくかもしれない。はい。これはね、21世紀のこの歴史の中で、うん。ロシアとウクライナというのは、なかなかね、敵対関係とは解けないと思います。まず、ウクライナ人がそれを認めないんです。なるほどはい。ね。いやー、難しいこと果が、たして、その先ほど言っえたストーリーというのはできるかというと、一時期停戦期の中に、そうした友情をもう一回やってもいいじゃないかとういったん。ことがあったとしても、またもう一度戦火にまみれると、それが逆行するという形だと思います。なるほどね。その一時期の急戦期に、何かスポーツがやれることもあるかもしれないけれども、永久にそれが仲良くなるということはなかなか難しいことであると。まあ、本当に、ちょっと辛い結論ですけれども、3回連続して出ていただいて、非常に有意義な話、いろいろ教えていただきました。本当に佐々木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それこそ、また、間を置いて、うん。ぜひとも出てください。はい。ウクライナ情勢で何か変化があったら教えてください。はい。よろしくお願いそれから、します。青錦の出世の度合いによっては、またウクライナの方も盛り上がると思いますんで、その辺の情報も与えてください。すいません。はい。よよろしくお願いします。ろしくお願い。取材費を渡さずにこんなことを頼むのは申しいえ訳ないんですいえいいです。こけれども、の機会は佐々本当、木さんよ、玉木さんと小崎さんと一緒にできて嬉しいです。ありがいえいえ、とうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当に3回にわたっていろいろ面白い、興味深い話をありがとうございました。どうもはい。またよろしくお願いします。お願いしまありがとうございます。す。失礼します。はい、皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。さようなら。